どうもこんばんは、ゆうちです。最近当チャンネルは規制が入っているようです。規制ってどんな影響があるのって思う人もいると思うんですが、どうやらコメントが反映されたりしなかったり、動画投稿がみんなの目に触れないようになるそうです。どうしてこうなったのか、心当たりしかないっすね。しばらく不便があると思いますが、眠れない男ゆうちをよろしくお願いします。さて、このチャンネルは美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るのはティファ。ティファのイメージは全裸で海を泳ぐ女。なら、俺が服を振り向いても文句は出ねえよね。さあ、素組みをしました。ティファのパッケージアート、ちょっといまいちな感じがしたのですが、中身はとても可愛いですね。テレビで見ていて可愛いなって思っていた女の子が手元に来る背徳感はたまらねえ。しかもこのティファ結構付属がしっかりしていて、紙の交換パーツ、水晶、椅子、座る用の足などが付属していてとても素晴らしい。座らせることで紳士の皆さんはいろいろはかどるんではないでしょうか。私はこのような付属はいりません。そうです。顔があればいいんです。顔さえ整っていればいいんです。きっと皆さんそういう本を買うとき絵が綺麗だったり動画を買うとき顔が綺麗だったら許されるような感がありませんか？そうなんです。つまりそういうことなんです。自分でも何を言ってるのかよくわからなくなってきましたが、そして今回も例のごとくタイマーのものに改造していく。今回もアンケートを取りました。アンケートの結果は雪風マミー幻影白縫いが1位でした。なので今回はティファを白縫いマミーに仕上げていきます。皆さんたくさん投票いただき本当にありがとうございます。そして画面の向こうのガロードくん、彼女さんとタイマニ印象を作っちゃいます。さあ、まずはティファに合うボディ作り。ボディはお店に行ったら山のように積まれていた適当なボディを使う。ボディはパテを盛るから何だっていいんです。しかしこのままでは使えないので下処理をしていきましょう。まずはボディのパーツの境目をミスターセメント SP でしっかり接着させ合わせ目を消します。邪魔なディティールはニッパーで切り落としておきましょう。ケツはもっと割れ目を深くしたいので大雑把にデザインナイフで削っておきます。そしたらこのデカヤスリの丸みを帯びた部分で股関節やお腹周りの肉をはっきりさせるように削ります。しかし30ミニッツのボディは少し肉付きの彫り込みが浅いため、この程度のヤスリがけでは股関節周りは整えられない。そこで股関節を意識しながらパテを持っていく。あとついでにケツも物足りないのでしっかりパテを持ってドスケベな桃尻を作っていこう。いい感じにパテを持ってヤスリで再度整えたのがこんな感じになる。いい感じの股関節と桃尻だろ。この要領で胸をやっていく。胸はまずスーツがちょっと太ましい感じがするので、襟と溝落ち周りの余分なパーツは切ってヤスリで腰にフィットするように整えていきましょう。ヤスリ掛けをした後に胸をはめると結構下乳の部分が隙間ができるんですよね。隙間に合わせてパテを持ってあげればすっごい巨乳に仕上がる。あとは丸みを意識してヤスリ掛けをしていきますが、どうしても凹凸ができるんですよね。そこは紙ヤスリで軽くなぞるようにヤスリ掛け、あまり力を入れず秘密サワサワする感じで削っていくんだ。秘密サワサワした胸がこんな感じになる。結構凹凸がなくなるでしょ。これを自分が納得するまで削ったりします。あと背中はジョイントがあるんですが、ここはパテを持ってジョイントを消します。背中は少し骨があることを意識して持ってあげると綺麗に仕上がります。足は30ミニッツのこの膝のコブみたいなやつが嫌いなので、パーツ取りしている女神デバイスのウィッチの足を使います。ただ問題なのはジョイントが合わない。そのためまず既存のジョイントをカットし、ヤスリで断面を整えます。そこに 4mm の穴を開け 4mm のプラ棒を接続。これで女神デバイスの足と接続が可能になるってわけだ。ただよく見ると太もものサイズが違うんよね。これは太ももの方にパテを持ってサイズを合わせていきましょう。パテを乾燥させヤスリ掛けをしてサーフェーサーを塗ったのがこんな感じになる。貧相な30ミニッツの足がムチムチでエッチになる。太もも周りが整ったら足首、つま先は角度をつけて接着し、かかとには程よい溝を作り、1ミリのプラ板を適当に接続します。適当に接続したらハイヒールになるようにプラ板をカットし、パテを持って形を整えましょう。そうするとハイヒールの出来上がりだ。最後に腕。ジョイントの部分は使わないのでパテで埋めておき、
筋肉が少し貧相なので筋肉を意識して少しパテを持っておきましょう。これで大体のボディの下処理は終了だ。いやー、30ミニッツのボディは貧相だから下処理に時間がかかる。ただしっかり整えただけあっていい感じに仕上がったのではないでしょうか。すごい終わったような感じでまとめてるように見えますが、ここまでが準備運動だ。こっからが本番。それでは次にタイマニンスーツを作っていこう。それじゃあまず足から見ていこう。足は太ももに沿って接着剤を塗って 0.3 ミリのプラ板を貼り付けます。貼り付けたらプラ板を三角形に切り形を整えます。そしたらプラ板と肌の段差を消すために全体にパテを盛り乾燥させヤスリがけをして形を整えていきます。形を整えたら今度はスーツのラインを作ります。スーツのラインを鉛筆で描き、そこにめがけてデザインナイフで切り込みを入れ 0.2 ミリの高値で大雑把に溝を作ります。溝を作ったら溝にめがけてスーツのラインをパテ盛り。溝を作ることによりパテが後で剥がれづらくなります。ラインのパテを持ったらヤスリがけをしてラインを平らにします。最後にデザインナイフでラインの幅を整えたらこんな感じになる。いい感じでしょ。これが太もも部分のラインになる。パテを盛る手順は今の感じで、今度は膝から下の部分に行こう。ここにもスーツを作るために鉛筆でマーキングしてパテを盛る部分は軽く切り込みを入れパテを食いつきやすくしましょう。切り込みを入れてからラインに沿ってパテを持っていく。ちなみにパテを持っていないふくらはぎの部分は網タイツになる部分だ。乾燥したら大雑把にヤスリがけをしてデザインナイフで整える。すねの部分は少し尖ったような感じにしたいのでデザインナイフでカンナがけをして角度をつけてあげましょう。そしたら同じように膝周りに溝を作りパテを盛る。その後乾燥させヤスリがけをして形を整えたら今度はふくらはぎの周りに装甲っぽいディティールを作っていく。こんな感じのディティールになるようにパテを盛っていく。ここもパテを盛る前にデザインナイフで大雑把に切り込みを入れておきましょう。さあ、大雑把にパテを盛ったのがこんな感じになる。このまま形を整えてもいいのだが、少しメリハリがないような感じがするので、パテを持って段々になるようにします。乾燥したら段々になっている装甲を意識してヤスリがけ。できたやつがこんな感じになる。凹凸ができたことによっていい感じの装甲っぽい感じになる。ちなみに膝は足を伸ばした状態にしてすねと太ももが馴染むようにパテを盛り装甲があるような感じにします。あとはヤスリで整えてあげるだけ。最後にモールド。太ももにはモールドがあるのでデザインナイフでモールドの形に沿って切り込みを入れ 0.2 ミリの高値でモールドを掘り込んでいく。モールドを掘り込んだら大体の足は完成。元の足と比較するとこんな感じになる。できる限り寄せてはいるが見えないところはアレンジを効かせている。足首周りにも尖ったディティールがあるんですが、足首は少し細かすぎるのでプラ板を貼り付けず少し多めにパテを盛ります。乾燥したら先端を尖らせるようにヤスリがけをして形を整えます。あと靴底、ここにもパテを多めに持って靴底を作っていきます。乾燥したら足裏は段落ちモールドっぽく仕上げるためにカンナがけをして段差をつけてからヤスリがけをします。つま先はイラストを見ると装甲がかぶさっているように見えるのでそれっぽい形をパテで盛り形を整えましょう。ここまで来たらモールド。イラストではいまいち見えないのだがかかと周りが少し寂しい感じがするので後で塗装のことを考えてマスキングをしやすいようにモールドを彫っておきます。だいたいできた足首周りがこんな感じだ。ちなみに元の足首との比較がこんな感じだ。少しアレンジは入っているが程よく綺麗にまとまりましたね。続いては腕。腕は太ももの時と同じように肘周りにプラ板を巻きつけるように貼り付け軽くヤスリがけをしてプラ板と腕の段差を取り除いてからパテを腕周りに盛り自然な造形に整えます。整えたら先ほどのスーツのライン作りと同じように切り込みを入れ段差を作りパテを持ってスーツのラインを作ります。ラインを作ったらイラストを見て肘の付け根に三角形のようなディティールを作ります。ここの三角形は大雑把に持ってからヤスリとデザインナイフで整えると楽です。形を整えたら今度は二の腕付近。ここにも細かいがプラ板を貼り付けパテを盛りスーツを作ります。そして同じようにスーツのラインを作ったらイラストを参考にして二の腕の横の部分に三角錐っぽい形を大体作り乾燥したらよりいい形に整えます。
できた腕がこんな感じだ。正直30 Minutes Sisters の腕は小さい。そのためパテを盛るのが本当に一苦労だった。さあ、どんどん行こう。お次に胸。胸は形さえ整っていれば超簡単。スーツのラインの切り込みを入れ、肩、胸、背中周りにパテを持っていくだけ。乾燥したらしっかりヤスリとデザインナイフで形を整えましょう。あと、胸元と胸下には白い装甲が来るので軽くパテを持っておきます。特に胸下の装甲は黄色い塗装が来るところがあるので、ここはデザインナイフでカンナ掛けして段落ちモールドを作ります。ここに後で塗装をするとき黄色が乗るってわけだ。さあ、できた胸がこんな感じになる。背中だけは少し参考資料が少ないため、ちょいちょいアレンジになってしまったが、大まかにはいい感じになっているはずだ。続いては腰。腰はイラストを見ると一見複雑そうに見えるが、一個ずつ丁寧にやっていけばなんとかなる。まずは腰の V 字ライン。ここに鉛筆でマーキングしてデザインナイフとタガネで溝を作ってからパテを盛ります。乾燥させ形を整えたのがこんな感じだ。この V 字ラインを基準にして今度はお腹周りのライン作り。再び鉛筆でマーキングしてから同じようにデザインナイフで切り込みを入れ、パテを盛り、ナイフで形を整え、ヤスリで仕上げる。そしてサーフェイサーを塗ってしっかり形が整っているかを確認して、今度はお腹周りの造形の上の部分にパテを盛り、さらにディティールを追加していく。同じようにナイフで形を整え、ヤスリで仕上げ、サーフェイサーで形を確認したのがこんな感じになる。程よくまとまっているでしょ。一見難しそうに見える造形だが、一つずつ確実にやっていけば綺麗に仕上がるってわけだ。ここからはスカートと言いたいところだが、うまくスカートがフィットしない。綺麗に体にフィットし、なおかつ湾曲したスカートが作れない。一体どうやって戦えばいいって言うんだ。甘いぞ勇気。海馬、貴様、以前もこれに近いことでつまずいていたようだが、こういう時は奴を呼べ。奴を。まさか、あのカードか。俺はジョージアエメラルドマウンテンを召喚するぞ勇気。ジョージアエメラルドマウンテン。熱伝導を良くするために中身はしっかり飲んでおくんだぞ勇気。わかったぜ海馬。行くぜ俺のターン。それではスカート。スカートといえば湾曲して作りづらいイメージですよね。そこで使うのがこの缶コーヒーエメラルドマウンテン。こいつを当て剤にする。やり方はまず缶コーヒーを飲んでおきましょう。中に液体が残っているとうまくプラ板に熱が伝わらない場合があるので、しっかり空にしておこう。飲み干したら缶コーヒーに当てられるプラ板を切り取ります。その後缶コーヒーにプラ板を当て、ヒートガンで熱を加えてプラ板をきれいに曲げます。湾曲したプラ板の上にそれっぽい形を記したら、ハサミで湾曲したプラ板をそれっぽい形に切っていく。切るとわかるのだが、根元の方が缶コーヒーだけだと湾曲が足らない感じがしたので、机の角で少し中心の方を強めに曲がりをつけました。ここまで来たら根元の方のプラ板を少し体にフィットさせるために軽くねじるように曲げます。曲げ方はヘアアイロンを少し当て曲げていきます。細かい部分なので慎重に曲げましょう。できたスカートは 3mm の穴を開けます。ここに 3mm の磁石を仕込み、反対側のボディにも 3mm の穴を開け 3mm の磁石を仕込んでおきます。こうすることで可動可能で脱着も簡単なスカートができるってわけだ。あとはプラ板カッターで細長いプラ板を切り、スカートに沿ってディティールを追加します。スカートにはあとよくわからん三角形のディティールがあるので、三角形のプラ板を切りスカートに貼り付けます。その上に少しパテを持ってあげてから 1mm の穴を少し角度をつけて開けてあげてから、そこに 0.5mm のプラ棒をヘアアイロンで曲げながら接着します。しっかり接着してから三角形のディティールを細かく作り込めば完成。今回のタイマニンスーツで一番の鬼門だと言っても過言ではない。しかしそれなりに綺麗にできたのではないでしょうか。ちなみに腰の後ろにつくリボンも同じような作り方。まず先ほどと同じように缶コーヒーにプラ板を当て、ヒートガンで炙って湾曲した型を取る。型を取ったらリボンの形に切り取ります。ここからが少し違うのが、リボンは外側だけ丸みをつけて切った。
そのため直線でプラバンを切ると切ったリボンに沿ってプラバンを取り付けることができない。なのでディティールのプラバンはリボンに沿ってシャーペンでマーキングし、湾曲したプラバンを切り出します。それを貼り付けるとこんな感じだ。なかなかいい感じでしょ。湾曲したプラバンでリボンを作ることによりふわっとしたリボンができるってわけだ。そして最後に先ほどからちらほら映っているリボンの結び目。リボンはちょうどいい大きさがなかったのでフルスクラッチしていこうと思うよ。まずそれっぽい形をプラバンに書き出し大雑把に切り取ります。その上からなんとなくリボンの形をイメージしながらパテを盛り、乾燥したらヤスリで整え、再びパテを盛りながら調整していく。ある程度結び目が整ったら結び目の中心に 3mm の穴を開け、そこに 3mm のプラ棒を通しておきます。この 3mm のプラ棒に先ほど作ったリボンを通して動かせるようにするってわけだ。あとはディティールを細かく作り込んでいくだけ。正直一番リボン作るのに時間かかった気がする。ディティールが整ったら最後にリボン下部に 3mm の穴を開け 3mm のジョイントを接続。このジョイントは台座用だ。あと大体の造形が終わったら 0.2mm のタガネを用意して全てのディティール部分に筋彫りをしていく。これをやることにより後で墨入れがしやすくなるので必ずやるようにしよう。ちなみに筋彫りをしたら大体バリが出る。バリが出た場合は爪楊枝を用意し、爪楊枝でモールドを軽くなぞってあげると結構バリが取れるので、爪楊枝でバリを落としてからスポンジヤスリなどで削るといいでしょう。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせ乾燥させたら塗装行くぜ。さて塗装に行く前に少し宣伝をさせてくれ。今回はこちらガーリーさんからコンプレッサーエアブラシ塗料セットをいただきました。本当にありがとうございます。昨今シンナーの薄め液が品薄などがありますよね。この塗料は水性のためそのお悩みも解決してくれます。さらに今回はコンプレッサーとエアブラシもセットでいただきました。特にコンプレッサーとエアブラシは初心者の方でエアブラシとコンプレッサーどれにしようかなっていう方にはおすすめになるのではないでしょうか。しかしながらここで今この商品全てを紹介するとさらに時間が解けてしまうので、開封動画や使用方法などには別の動画でお話しさせていただくので、そちらの動画をチェックしてみてほしいぜ。一応最後にヘアブラシとコンプレッサーは使用感を語ろうと思うので、よかったら最後見てくれよな。それでは改めて塗装いくぜ。さあまずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。次に下地にピンクを塗り、その上からフレッシュを使い肌を塗ります。その次にフレッシュにオクターとマットオレンジを少量足し肌色の影を作り塗ります。どうですか？水性塗料ですがなかなかいい感じに肌色が塗れてますよね。これを肌色になる全てのパーツにやります。続いてタイツ塗装。ここの下地はガイアノーツのピュアブラック、コバルトブルー、ローズディープレッドを混ぜ黒茶色に塗ります。そしたら100均で買ってきた髪留め用のネットをかぶせメタリック塗料のフレッシュゴールドを塗ります。塗料が乾燥したらネットを取るとこのように大阪のおばちゃんが着ているような虎柄っぽくなるので、この上から下地で塗った黒茶色をグラデーション塗装。そうするといい感じの網タイツ塗装になる。こちらを腕や足、腰などにやっていきます。網タイツが終わったら胸やお腹周りの黒スーツ。ここら辺にはまずマットブラックとウッドブラウンを少量足した黒で黒色に染め上げ、その上からウッドブラウンを中心の方が明るくなるように強めにグラデーション塗装。よく乾燥させたらブラウンに少量マットブラックを足し中心の方が明るく残るようにグラデーション塗装をするとこんな感じになる。いい感じに透け感がある黒スーツに仕上がるってわけだ。このままマットカラーを活かしたいところだが、今回はタイマに団長の思いでクリアカラーで塗るテカにする。白関係のパーツはマットホワイトで仕上げます。そしてその上からダイヤモンドシルバーを軽く塗ってちょっとキラッとした仕上がりにします。リボンなどの裏地はメタリック塗料のアルミを使ってメタリックに染め上げてからクリアレッドを使ってキャンディー塗装してあげます。だいたい3回ぐらいに分けて塗ってあげるとこのように綺麗な発色の赤になる。ここは最後クリアを塗って仕上げておきます。今度はスーツのラインの赤。ここら辺はマットレッドで仕上げ、白パーツと同じように軽くダイヤモンドシルバーを塗っておきます。黒のスーツラインにはマットブラックにジオニックブラックを少量足してほんのり黒メタリックに仕上げます。
つま先やスカートの謎の三角形のディティールはジオニックブラックでメタリックに仕上げます。よく乾燥させたらマスキングをして、スカートの紐や腕の輪っかはマットイエローで塗装します。続いて髪の毛。髪の毛にはブラウンをベースにマットブラック、ウッドブラウンを少量足して茶色の髪の毛を塗装します。その上からハイライトを塗り、クリアでコーティングしたらマットブラックを強めに混ぜ影を塗る。頑張って細かく影を塗ろうと思うけれど、だいたいハイライトと影がごっちゃになるので、ごっちゃになってしまった髪の毛にはこのメラミンスポンジを使って塗りすぎてしまった影をこすり取ります。こすり取った髪の毛がこんな感じになる。ハイライトと影がはっきりしていい感じになる。あと毛先にはマットレッドをふんわり塗っておくとさらに綺麗に仕上がります。これで大体の髪の毛の塗装は終了。最後に忘れちゃいけないのがまとめた髪の毛の根元。ここの髪留めの部分はマゼンタで塗装して仕上げましょう。さあこれでエアブラシによる塗装は終了。乾燥したパーツのマスキングテープをペリペリ剥がしたら、お次に筆などによる部分塗装いくぜ。まずは墨入れ。タミヤ墨入れブラックでスーツのラインを墨入れします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取りましょう。肌とスーツの境目には墨入れブラウン。これで墨入れすると肌との親和性があり綺麗に仕上がる。はみ出してしまった部分は先ほどと同じようにエナメル薄め液で拭き取りましょう。口はマットレッドとマットホワイトを混ぜピンク色に塗装。水性塗料はシンナー系の塗料とは違い滑らかには塗料が落ちないため、細かい部分は爪楊枝でこするように落とすと綺麗に仕上がります。お次にデカール。デカールは付属しているデカールを使用。両目にデカールを乗せ、前髪を乗せ微調整をしたら水分をしっかりとって固定しましょう。デカールが腫れたらチーク。100均などで売っている化粧品のチークをほっぺたに乗せていきましょう。塗りすぎてしまった場合はティッシュで少しこするといいでしょう。最後にトップコート。マットカラーを活かしたいところなのだが、今回はタイマにマットカラーとして活かせない部分はクリアでコーティング。髪の毛や肌は艶消しでコーティングしていきます。これで全ての作業は終了。これがタイマニンティファだ。今回のティファいかがだっただろうか。とてもドスケベに仕上がったのではないでしょうか。今回はリボンや大きめのスカートを作ったりしてまた技術が1レベル上がった気がしている。ちなみにティファのケツや触手プレイはメンバーズシップ限定だ。ティファのケツは290円からだ。しかしながら最近動画投稿が遅くなって本当に申し訳ございません。なかなか色々と忙しくてですね、動画に集中する時間が確保できず動画制作が遅くなってしまっています。今後もできるだけ早く作るようにはしますが、遅くなったら申し訳ございません。あとコンプレッサーとエアブラシとてもいい性能でしたね。エアの圧力も結構強くて付属のエアブラシも結構使いやすかった。ただちょっと広い面積は苦手かなっていう感じがしたので、お金に余裕がある方はガーレジさんのスワローテイルも一緒に買うことをおすすめするぜ。それ以外はとてもいい
いセット品。あと塗料も塗装の食いつきがとても良くて、マットカラーがとてもいいんだ。今回ちょっと塗るテカにしちゃったけどね。肌パーツは素の状態で艶消し吹いた感じなのですが、結構いい感じですよね。これからシンナー関係は品薄になるかもしれないので、お店に薄め液が売ってねえってなったら、試しにガーレリさんの水性塗料試してみてほしいぜ。そんな感じで今日の動画は以上。ティファと言ったら実はノーパン説が個人的に気になって悶々としております。皆さんはティファの好きなところはどこですか？よかったらコメントしていってくれよな。それと高評価、チャンネル登録もよろしくな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。